皆さん、こんにちは。ヒロのジャパニーズポッドキャストのお時間です。寒い日がですね、続いておりますが、皆さん体調崩したりしていませんか？私の住んでいる函館市では、インフルエンザやコロナがまたですね、流行っているようです。どうしても冬はですね、寒い日が続きますので、もう部屋が乾燥してしまってですね、部屋の換気するのが億劫になってしまったりと、ウイルスが蔓延しやすい環境にどうしてもなってしまいますよね。一般的にインフルエンザの予防をするためにはっていう話で、部屋の湿度を50からですね、60% 程度に保つのがいいというふうに言われております。うちもですね、加湿器、もう高いのちょっと試しに買ってみたんですけど、はい、こちらを使用してですね、もう50%から60% 程度何度か保つようにしてるんですけれども、やっぱり加湿器のですね、水がこれなくなってしまうと、本当にあっという間に 40% とか 30% 台になってしまうので、もううっかりですね、加湿器への給水、これ特に寝る前とかもそうなんですけれども、忘れないようにと心がけているところです。でもですね、加湿器は皆さん使ってる人だとわかるかなと思うんですが、やっぱりこまめに掃除しないと、水垢とか、水道水の、カルキって言われる、汚れで不衛生になってしまいますよね。でもそうなると、今度は別のですね、健康被害が出るなんてことも言われたりしてるので、やっぱりここはですね、やっぱり冬はやっぱり過ごすのが、大変な時期だなと、改めて思います。皆さんの家庭ではどのような対策をしておりますでしょうか？ぜひコメント欄で教えてください。ちなみに先ほど私ですね、インフルエンザやコロナがまた流行っているというふうにお伝えをいたしました。この流行っているという言葉なんですけれども、日本人の方はですね、よく使う言葉の一つです。例えばファッションの話、洋服の話とかになると、今年はボーダー柄が流行っているみたいな感じで使ったり、あるいは、ゲームの話だと、あの有名人がゲーム配信をしていたから、あのゲームすごい流行ってるよね、みたいな感じで日常的に使ったりっていうのをしています。基本的にはいい意味、いいトレンドみたいにですね、使うことが多いかなという印象なんですけれども、ただ先ほどインフルエンザやコロナがまた流行っているみたいに、どちらかというと、悪い意味でも、使えることができるというような、そんな言葉なので、どちらかというと使いやすくて、さらに別に目上の人、年上の人とか、年下の人、あるいは同じぐらいの年の人にも使うこと、これ全然問題ない言葉なので、表現の一つとして覚えておいて損はないかなというふうに思いましたので、今回このポッドキャストでちょっとご紹介させていただきました。今回ですね、紹介した言葉以外にも、ぜひですね、この言葉ってどんな意味なのかなだとか、どんな風に使うんだろうかだとか、あるいはどんな人に対して使う言葉なの、年上の人に使ってはいけない言葉なのかなみたいなですね、質問、あれば、もう全然大歓迎ですので、ぜひコメント欄でご質問していただければと思います。こちらぜひよろしくお願いいたします。さてですね、そんなウイルス、いろんなものがですね、流行っているこの頃ですが、今回のテーマにもなっております、函館市で親が体調不良にもう一回言いますね。親が体調不良になって育児が大変だった話、こちらをしていこうと思います。実際に私が先月大変だった話ということなんですが、最初にですね、うちの娘、子供が風邪をひいてしまって、その後に、妻にですね、移ってしまって、2人とも体調不良になるなんていう状況が、しばらく続きました。不幸中の幸いで、私はですね、風邪にかからなかったというところなんですが、ちょうどですね、仕事が立て込んでいる時期でもありまして、半日仕事に出かけて、もう同じ部署の人になんとかちょっと引き継いでもらって、で、家に帰ってきたら2人とも看病するなんていう日が実はありました。普段から、
家事はですね、私も、参加している、方なのかなとは思うんですけれども、やっぱり看病しながらとなると、なかなかですね、こちら疲弊したなというのが先月ありました。こういう時に、近くにですね、私だとか妻の、お互いの実家があれば、なんとかちょっと子供だけちょっと見ててもらってなんていう風にお願いをして、妻は療養ですね。自分の体治していくっていうところに、まあ、注力していただいて、私は、なんとかその中申し訳ないんですけど、ちょっと仕事に行くっていうようなことっていうのができるんですけれども、お互いの実家というのが、函館からはですね、半日以上かかるようなところにあるもんですんで、それも叶わずというのが我が家の状況でした。それで、なんとかですね、なんとかならないかなと思って、函館の、育児関係のサービスっていうのが、いろんなものですね、ご用意していただいているので、再度ホームページだとかでちょっと確認したんですけれども、その中で、一時預かりという、サービスというのがありまして、要は幼稚園だとか保育園にまだ通っていない子供であったとしても、一時的に見てもらえるサービスというのがあるんです。ただですね、こちら利用するには、事前にその園ごとに登録というのが必要で、見学してからっていうことなんですけども、さらに、1週間前に予約をしないと受け入れてもらえないというようなことがありまして、今回ですね、我が家で起きたケースでは、ちょっと利用が難しい、そんな感じだったっていうのが実際はありました。他にもですね、函館市内に、子供を見てもらえる方々というのが、ライセンスをお持ちの方というのがいらっしゃって、預かってもらうってこともあるにはあるというところなんですが、これもですね、やはり、事前に予約必要ということで、親が急病になった時の対応というのが、なかなかちょっと難しいというのが、実際のところとしては、そうなんだなというふうに痛感した次第です。ある程度、ちょっと先、例えば冠婚葬祭だとか、そういったものであれば対応してもらえるのかなと思うんですが、どうしても急病、今日とか明日とかっていうのは、なかなか難しいところなんだなというふうに改めて実感した次第です。もしかしたらですね、他にも方法というのがあるのかもしれないんですが、函館市内にですね、子育て関係の相談事ができる、マザーズサポートステーションというところがあるんですけれども、こちらの方にも、こういう状況またあったらちょっと困るんだけど、どうしたらいいんだろうかとか、周りの人ってどうしてるんですかねっていうような相談を、したんですが、やはりちょっと難しいかな、急にはっていうような回答が返ってきたのが、実際のところでしたね。風邪ひいてる子供を、預かってもらうとか、風邪ひいてるかもしれないリスクを持っている子供たちを、預かってもらうっていうのは、結局預かってもらうその人にも風邪を移してしまうっていうリスクが出てきてしまうので、こればっかりはやっぱり難しい、どうしようもない問題なのかなともですね、私たちもちょっと重々承知はしているところではあります。ただですね、こればかりは本当にまたいつですね、なるかわからない、多分また絶対起きると思うので、私も妻もですね、頭を悩ませるところではあるんですが、皆さんですね、どのようにして乗り切っているのかっていうのをちょっとお聞きしたいなと思っております。ぜひコメント欄でですね、教えていただければなと思います。そして、うちはですね、ひとまずは、やっぱりどうしようもないっていうような状況に備えて、先ほどちょっとご案内した一時預かりのサービス、これを受けられるように、今度ですね、近場の保育園の方で登録をしてくる予定となっております。ただそれでもやっぱり当日本当に受けられるかどうかっていうのは確約できないので、本当にですね、悩ましいところだなと思っております。基本的にはですね、私が本当に仕事を休むことができれば一番いいという状況なんですが、環境的に、私のいる部署が本当に人が少なくて、状況によっては、仕事が、ちょっと回らなくなってしまうなんてこともあったりですね、出張も多い部署なので、今回は出張中じゃなかったんですが、次起きた時に私が、長期でちょっと出張中にまたこういうことが起きてしまうと、もっとですね、大変なこと、特に妻が大変なことになってしまうのかなと、思っております。
一番はですね、日頃から健康に気をつけた生活を送ること、これが一番大事だとは思うんですが、サイドにはなりますが、何かいいアドバイスとか知識があれば、ぜひ教えていただきたいと思います。さてですね、ここまで、簡単ではありますが、函館市で親がですね、体調不良になって育児が大変だった話というのについてお送りをしてまいりました。このポッドキャストでは、日本の家族のこと、函館での家族の過ごし方などについて、今後もお話をしていきますので、ぜひ、いいね、チャンネル登録、そして、先ほどから何点かちょっとお願いしておりますが、コメント欄の方でですね、ぜひ皆さんコメントしていただいて、特にこういうですね、皆さんお持ちの、悩みっていうのをコメント欄で解決できれば、そんな環境にもなればいいななんていうちょっと思いもありますので、ぜひですね、他の人に、不快な思いをするようなコメントはちょっと避けていただきたいんですけれども、そういったものじゃなくて、自分はこういうふうにやったらうまくいきましただとか、こういう方法ありますだとか、そういったこともぜひぜひコメント欄で教えていただければ非常に助かりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それではここまでご視聴ありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いいたしましょう。ヒロでした。